今若者がやってます。3時で、赤松の木をどんどんくべているところです。朝3時です。こんな感じで煙突から炎が出ています。この炎が引いたところでまた薪をくべます。熱をできるだけためるようにしてやってます。暖かい空気をここでためていきたいと思います。前と後ろと2箇所あります。ちょうどまた後ろも出ています。別に合わせてようだんだん見えるから、焼き上がりの窯です。こんな感じになってます。1200度以上の温度で焼いてます。おお、皿が出てきましたね。やったー、私の皿です。それが1枚か2枚いややりましたね。いいですね。はい、中段の奥になります。こんな感じです。かなりよく焼けてます。このゼーゲルを見てください。完璧に倒れています。1230度のゼーゲルが完璧に倒れております。3メートル2軒の前に。多分1250近くはいってると思います。かなり温度が高くなりました。ほら、ダメ。溶片出ねえよ。溶片出てますよ。完璧に出てますよ。溶片出なかった。残念だな。はい。かなり狭い場所、一番奥の方から出してます。はい、こちらでは運んでくれてます。はい、ありがとうございます。はい。はい。これ溶けすぎちゃってんな。なあ。溶けすぎてますか。上から流れてってくれ。熱い。かなり高いということですか。天井の上がな。はい。焼けされた。はい、最後作品終わりで今整理入ってます。かなりたくさんの作品が出てきました。かなり温度が高かったということで、この窯の中はムンムンしてます。かなり暑いです。もう昨日から開放してるんですが、かなりムンムンとしてます。はい、今回の作品です。かなりよく焼けてます。素晴らしいです。みんな作品が完璧です。いやー、素晴らしいですね。今回の作品かなりよく焼けてます。かなり温度が高いですね。見てください、こんな感じ。だから何の土？
3分おきに5本。かなりくっついているので、これ薪を使ってちょっと外したいと思います。そう、天井から布団。天井からあれ、焦げて起こったポタ。前の繊維、前もの天井に割れてしまうと元も子もないので。外れました。お、成功。成功です。よかったよかった。やっぱり日差しが出て日差しが出てますね、ここね。こんな感じで日差しが出てます。若干ですが出てますね。はい、ちょっと形は歪んでますが、面白い茶碗の出来上がりました。はい。ありがとうございます。赤くなってるからさ、相当温度上がってる。上がってますよね。結構いい色してますよね。これも信楽ですか？信楽と一緒。はい。この作品を見てください。穴窯から取り出した作品になります。素晴らしい作品が出来上がりました。イエーイ。この焼き方なんですが、くなっている焼き方、これが有名な信楽焼という焼き方になります。これは信楽という地方の土を使った粘土の作品になります。でこの黒っぽい方ですけれども、この黒っぽい方は備前焼という焼き方になります。これは岡山県の備前というところ、田んぼの土なんですが、田んぼの土を使って作った粘土の作品になります。これも昔から作られている作品でとっても有名ですね。小備前といっても最古の粘土の作品になります。どちらも釉薬を使わないで作る作品になります。一発勝負です。とっても素晴らしい作品だと思ってます。松の木を燃やした松の灰が降りかかって溶ける場合がありますが、あえて釉薬は最初からつけていません。自然の釉薬が自然に溶けていくというような作品になります。じゃあ説明していきます。まずこのお皿なんですが、このお皿はこんな風にして焼いてみました。この上はちょっと黄色っぽくなっているかと思うんですが、これは松の木の灰が乗って溶けたものです。ここ白く抜けていますけれども、この上には道具土という粘土を乗せて、その下に藁を引いて作ったものになります。この藁の成分がこちらに描かれています。とっても面白いですね。下を見てください。この下もこの上に藁を引いて、ここに道具土を置いた作品になります。藁を引いて道具土を置いて、さらにこのお皿を乗せました。そうしてできた作品がこんな感じになります。ひだすきと言われています。とっても面白い作品ですね。温度的には1200度はいっていると思います。はい、こんな感じで裏はちゃんと足がついてます。これはちょっと見えないかもしれませんが、私のサイン印鑑になります。はい、こんな感じでお皿、やはりお刺身でしょうかね。お刺身とか、お寿司がとっても入るのではないでしょうか。いいと思います。はい、こちらにある作品ですが、これは壺です。信楽焼になります。火色といって火の色が感じられますか？これ真っ赤に焼けてる火色の色です。これをよく火色と言ってます。こんなように色なんですが、とても明るい綺麗な色かと思います。この辺は灰がかぶって若干黄色っぽくなっています。これも松の木の灰になります。こんな感じです。こちらにまたあるんですが、これも同じマグカップなんですけれども、これも信楽焼になります。この歪んでるんですが、これ作った時はとても綺麗な作品でしたよ。今わざと歪んだわけではないんですが、こんな感じで焼きました。そしたら自然の重みでこれが潰れたんですね。要するに高温なために自然に粘土が歪んで出来上がった作品です。もうこれもとっても素晴らしいなと思います。この取っ手も私の手に合わせて、作った取っ手です。ぴったり、手の形もぴったり合っています。このままこんな感じでビールが飲めたら最高ですね。いや、コーヒーでもいいですね。
ビールと言わずコーヒー、お茶、ティー何でも OK です。ただ全部そうなんですが、釉薬をついていないので、使い方としては最初に、水をつけた後に食器を使うといいと思います。なぜかというと、この表面にはやはり小さな気泡がついています。初めからコーヒーを入れたりすると、その小さな粒にコーヒーが入ってしまうので、最初に水をつけて、水をその小さな気泡の中に入れてからコーヒーなり牛乳なりお酒なりビールなり飲むと、そうしないとその小さな気泡からちょっとずつ渋みというか黄ばみが出てくることがありますので、使い方には十分注意した方がいいと思います。これが信楽焼です。これも見てください。これも信楽焼の花瓶です。これも火色がとっても出てますね。綺麗な色ですね。とっても素晴らしいと思います。これも三昼夜焼いてます。全部三昼夜焼いてますが、これも三昼夜焼いています。これは松の木の灰が溶けたものです。要するにこんな風に置いておるわけですね。こっちから松の木の灰が飛んで薄紫っぽい色がついています。とっても綺麗ですね。とっても素晴らしいものだと思います。ここも全部作品です。これはちょっと焦げがついていますね。焦げと釉薬がついています。これは転がしといって、この土の上にこんな風に寝転がして作った作品になります。ここに沖が溜まって沖の墨がこんな風についているというような作品になります。これも転がしといって素晴らしいものですね。いいと思います。面白いと思います。これも転がし、ちょっとこれは温度が高すぎてこんな風に真っ白くなってしまいました。かなり火のそばにあったのだと思います。かなり温度が高くなってしまいました。温度が高くなりすぎるとこんな風に真っ白になってしまいます。もしかすると1300以上あったかもしれませんね、この作品は。はい。じゃあ改めてこちらの備前の方のお話をしたいと思います。これの備前焼です。これは備前焼のお皿なんですが、ここにもやはり藁を引きました。藁を引いてこの通りひだすき模様が出ているかと思います。これもこう重ねながら焼きました。これは窯の天井に薪の灰がついて、薪の灰がいっぱいついたために溶け出して窯の天井から落ちてできてしまった灰、釉薬になりますね。自然にできたものなのでとっても素晴らしいかなと思います。ただちょっとザラザラ感がありますので、これは紙やすりを使ってちょっときれいに削りたいと思います。で、使いやすいように削って作品を仕上げていきたいと思います。自然のものなのでとっても素晴らしいなと思ってます。後ろはこんな感じですね。後ろも藁灰の模様でこんな風になっています。このひだすきになります。要するに火がたすきをかけたというようなことでひだすきというふうに呼ばれています。はい、こちらも同じくお皿です。これもいろんな煮物やシチューやまたはスパゲティとかいろいろ使えるかなと思っています。やはり素晴らしい作品かなと思います。これも同じくお皿ですね。これもひだすきで作ってみました。やはりちょっとザラザラ感があるのでこれもサンドペーパーかけていきたいと思ってます。続いて、こちらなんですが、これ何に見えますか皆さん。これは日本酒を飲む器です。ぐい飲みです。これで日本酒を飲むととっても美味しいですよ。酒器です、はい、これ見てください。この模様最高じゃないですか。小備前風ですよね。これも松の木の灰がここに降って、黄色くなったところポツポツとごま風に見えるのでごまというような言い方をしています。これも昔からある作品です。こんな風に焼けるというのはとっても温度が高いという証拠にもなります。とっても素晴らしい作品になります。いいですね。はい、これ見てください。はい、これも窯変ですね。色が変わっています。ここにこの貝殻の跡なんですが、貝殻を置いてこんな風に置いてあります。そうすると温度の変化が違って、こんな風にいろんな模様が出ています。これもとっても温度が高く出来上がったということで綺麗に作品が仕上がってますね。中もしっかりと溶けてますね。綺麗ですね。はい、こんな感じでこれも素晴らしいですね。
これも三切りと言った方がいいんでしょうかね。いろんな模様がついていますね。三切りといって溶けた部分や溶けてない部分やいろんなものがここに一緒に模様として使われています。これも素晴らしいですね。ここはマグカップです。このマグカップも素晴らしいですね。うわ、こんな色が出てます。これも三切り陽片と言ったらいいんでしょうか。こんな模様がつくということは高温になった証拠です。とっても素晴らしいですね。ここに私のサインがあるんですが分かりますでしょうか。正しいという漢字なんですが、私の名前の頭文字を取ってここに書かれてあります。これも三切りですかね。いろんな模様がついていますね。たくさんの備前の焼き方の模様がついています。この中もこんな風に模様がついてます。ちょっとまだ洗い切っていませんのでよく洗って使いたいと思います。中まで模様がついてますね。かなり高温だったと思います。ちょっと若干この辺ザラザラ感があるのでこれもサンドペーパーをかけて仕上げていきたいと思います。三切りというやり方になりますかね。これはあまり模様はついていませんが黒い感じのそのままの模様。これも備前の焼き方ですね。ちょっと歪んでますがこれでビールを飲むのには最高に美味しいかと思います。あまり黒いのは嫌だっていう人もいるかもしれませんがこれは好き好きですのでいいかなと思う人は使ってみればいいかと思います。日本最古の焼き方になります。それは好みで使っていただければいいと思います。これを見てください。これはご飯茶碗です。初めから歪んでいたわけではありません。初めは綺麗な丸でした。ところがこんな感じでお皿を乗せてさらにこの上にまたお茶碗を乗せて焼きました。そうすると重みによって自然に歪みができた作品になります。ひだすきになります。ここに、藁を巻いて、さらにこんな感じで乗せて焼きました。これもとってもいいなと思ってます。これも私もご飯をここに乗せて食べたいなと思ってます。ここにもやはり私のサインが載っています。いいですね。これも素晴らしい作品ですね。これでご飯食べたら美味しいでしょうね。昔から薪の木を使って焼いたという思いをしながら食べるというこの気分は最高にいい気分かと思います。これ見てください。これは花瓶になります。これもごまがついてますね。釉薬がいっぱいついた上にポツポツとごまがついてるような松の木の灰が溶けたものになります。これも素晴らしいですね。ここにも私のサインがついてますね。こんな感じになります。これもいいですね。この花瓶も素晴らしいと思います。これも三切りですかね。昔から備前特有の焼き方になりますね。いろんな模様がついているという、黒くなったり灰がついたりという形になります。これもいいですね。なんか今回全部いいですね。こんな感じで、今回の作品になりました。もう今までの中では90点満点じゃないでしょうか。はい、この大きい作品は今年の展覧会に出品しようと思ってます。今回の釜焼きいかがだったでしょうか。何かご質問等があればコメント欄の方にお願いしたいと思います。合わせてチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた See you again!